まず最初に、先日私の YouTube にどのような長さの手裏剣が使いやすいですかという質問のコメントがありました。それの返信をしようとしたんですけれども、私の返信が遅れてしまったのと、おそらくパソコンの問題だと思うんですけれども、そのコメントが上手に表示されなくなってしまいました。なので先にその返事をこちらで失礼いたします。使いやすい手裏剣の長さなんですけれども、これは実は一概には言えません。というのが、手裏剣の長さも重要なんですけれども、それよりも大事なのが長さと太さのバランスだからです。例えばなんですけれども、私の好みとしては、太さが6ミリの時には長さが15センチから18センチくらいの長さが好きです。ただやはりそれは個人の打ち方であったりとか、体の使い方、そういったものにも大きく違ってくるので、あくまで好みという回答です。6ミリの太さの時には15センチから18センチくらいが好き。それに対してそれ以上長く19センチから21センチぐらいの長さになった時には7ミリから8ミリくらいの太さがあると安心です。6ミリ15センチから18センチを一つの基準にして、それより少し長くなった時には太さも少し太くなる。それぐらいのバランスが私の好みです。ただしこれは例えばこのように先端が太くなっている手裏剣ではまたちょっと違ってきますので、大事なのはやはりその手裏剣のバランス、これが何よりだと思ってます。ただしこれは面白い話で、手裏剣の熟達者、すごく手裏剣に慣れている方で、今私が言ったようになんとなく自分の一番使いやすい手裏剣の寸法が分かっているという方でも、意外な手裏剣を手にした時にあれ打ちやすいねと感じることはたくさんあります。なのでやはり大事なのは手裏剣のバランスだと思ってます。ただ一つの基準として私の好みですが、棒状の手裏剣の時には6ミリの太さであれば15センチから18センチくらい、それ以上長くなった時には少し太くする、それぐらいの大きさ長さが好きです。返信遅くなってすみませんでした。とりあえずこんな形での回答をさせていただきます。今後ともよろしくお願いします。今日は先日から倒れにくさを感じていたこちらの棒手裏剣、太く短い棒手裏剣ですけれども、これに巻物を巻いて、要は糸を巻いて遊んでみようと思います。この手裏剣なんですが、使いにくいなと感じた理由の一つに、太くて短い 14.5 センチだったかな、 14.5 センチに対して多分ね9ミリとかそれぐらいの太さがあります。そうするとどちらかというと倒れにくい、このまま的に当たってしまうんですね。こう倒れてくれない、手裏剣を打ったらこのまま的に当たってしまう。なのでこれを少し重心を変えて遊んでみようと思ってます。私はよくこのように糸を巻いて遊ぶことがあります。でこの糸の中の方で実はほんの少しだけ遊んでます。その中身をちょっと簡単にご紹介してしまおうかなと思ってます。何も巻いていないものに比べてこうやってね比べると分かるんですけれども、長さが少し違うの分かりますでしょうか。5ミリぐらいかな。ちょっと変えてます。この長さの違いがなぜ生まれるかと言いますと、作り方見ていただくと分かるんですけれどもね、私は以前も紹介したように、まずここに下巻きをやります。下巻きは私はマスキングテープを使ってしまいますが、マスキングテープでなくてもいいです。布テープとかああいったものを使っても全く問題ありません。でなんで下巻きを巻くか、これはね諸説あるんですが、本来
こういった巻物をする場合なんですが、巻物をする時にはここに直接糸を巻いてしまうんですね。で何重にも細い糸を巻いて、2革で固めてまた巻いて2革で固めて、そんな作業を繰り返します。で手裏剣自体に本当はこう固めて塗り固めていくわけですね。ただそれをやると剥がす時とか大変で、私の場合まだ巻物が不慣れだった時に何度も剥がして何度も巻いてってことを繰り返してましたので、手裏剣に直接糸を巻いてしまうと剥がせなくなって次の巻物がすごく大変だった思いがありまして、それで下巻きにこういったマスキングテープ、もしくはガムテープだとちょっとツルツルしすぎてるんで布テープ、辺りを使うことにしています。要はほんの少しのざらつき、これが欲しいんです。マスキングテープを。ちなみにこの剣に直接こうやって巻いていった場合、糸を直接巻いた時なんですけれども、ちょっと雑にやってきますね。こうやって巻いていくんです。こうくる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 と回しながら、例えばすごく長い時間をかけて長い距離をこうやって巻いていきます。この状態でやっていって、ああ巻き終わった、よかった、安心したと思った瞬間に脱げちゃうんです。私はここにざらつきのあるテープ、マスキングテープを使用します。これはね、このやり方はあくまで私のやり方です。ちゃんとした流派でちゃんとしたやり方をしてる人はもっとこう厳密にやってますし、こんなやり方はしてないと思います。あくまでね、これは手裏剣で遊んでる人間の遊びの一環です。こんなもんかな。本当にね、遊び。こんな感じ。ここが下巻きになります。ここに糸を巻いていくとざらついているので糸がしっかりと固定されていきます。この状態でここで折れやすくなっちゃうんですよね。ここでちょっと線入ってるの分かりますか。ここからねパキッと折れてしまうので、私はねここしっかりと固めた方がいいかなと。本当はねもう少しこれ何重にも巻いてしっかりと固定した方がいいんですけれども、簡単にこんな形で下巻きを作ります。こんな形で少し重心をこれで5ミリぐらいなんですけれども、ほんのちょっとだけ長くなったわけで、さらに軽量素材を後ろに継ぐことでほんの少し重心を移動させることができます。あとはここに糸を巻いていきます。これで巻いていく。細いのにしようかな。こうやってこうくる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 と、これ前もやりましたけれども、
糸を回さないでください。こっちを回すんじゃなくて手裏剣側を回す。そうするとね綺麗に巻いていきますので。ちょっとね今手がかじかんでるんでね、本当にちょっと細かい作業ができない、うまく回らない。道場寒いんですよね。なんでこんなに手が動かないんだろう。これね細い糸巻いていってもいいんです。さっきも話したように細い糸巻くとこの凸凹がなくなるので非常に滑りが良くなるんですね。ただ滑りが良すぎるのが嫌だっていう人もいるので、この辺は一長一短です。で、糸の端の処理なんですけれども、これはもう前もお話しした通り、せっかくね現代のいいものがあるんで接着剤で固めてしまってもいいと思います。というのが最終的な塗料を塗る時に結局塗料を塗っていく関係で固まるんですね。なので巻き終わったらそこで切って接着剤とかでこうしっかりと留めてしまうと、それが一番簡単じゃないかなと私も思ってます。こんな形ですね。こんな形で巻いていきます。で端の糸を留めます。こんな形で巻き上がりです。あとはこういった接着剤でここのところですね、ここ塗っていきます。その後ろの方しっかりと留めて、それから私はこの出だしのここのところもちょっとつけておくと安心ですね。ここをちょっとつけて後ろの方をつけて、あとはこの底の方、ここが気になるという方もいるので、ここをねもう結局先ほどもお話ししたように塗料を塗ってしまえば固まるんですけれども、もし心配であればボンドとかこういうセメダインとかでここのところをしっかり固めてしまうと、そういうやり方の方が私は楽です。こんな形でほんの少しなんですけれども重心を前に持ってくることができました。糸がね入ってるんで結局また少し重さが変わってしまいます。なので結局削った上でこういう糸を巻くっていう流派が多い理由もなんとなくそれでわかるんですけれども、なんで削らないでいきなり糸巻く人って実は少ないんですね。私はよく遊びでやってますけれども、大体の人が削ってそれから糸を巻く。まだ塗料は塗っていませんが、早速テストをして遊んでみようかなと思います。ほんの少しね重心を変えたので、これがどう影響するか、いつもねこれがすごく楽しみだけれども不安でもあります。倒れにくかったものがほんの少しですけれども重心を変えることで倒れてくれるようになります。いいですねこれ。以前ねこれ倒れにくくて非常に苦労をしたんですけれども、これぐらい飛んでくれればいいかな。というわけで今日はこちらの手裏剣を使ってこの重心の考え方ですね、そういったものを話しながら下巻きを作って、それから糸を巻いてこんなものを作って遊んでみました。実際この後の工程としては
塗料を塗ります。塗料は漆、もしくはカシュですね。あとはもうペイントとかでもいいんです。ペンキああいったものでも構わないと思ってます。ひび割れないである程度ちゃんと塗れればいいかなとは思ってるんですけれども、本来は漆が一番いいです。あれは乾くとね非常に丈夫なので、あとはねこう手なじみもいいので。ただ漆はかぶれが出るので、自分が平気でも例えば周りの人かぶれさせちゃったりっていう話も聞くので、ちょっと使い方は注意が必要かもしれません。そういった塗料を塗るとより硬くなっていきます。なので先ほども話したように、この端の方ですね、処理としてある程度ざっくりと留めてしまえば、塗料などを重ね塗りしていく関係でしっかりとそこは締まって固定されていきます。本来でしたらもうちょっとこれもねお尻の方削り込んだ方がいいのかもしれないんですけれども、何にしろほんの数ミリでもねこうやって重心に変わると飛び方が今のように全く違ってきますので、あとはこの持ち方ですね。持ち手、これがつくことで個人の手の大きさとか手の内、こういったものに調整できるっていうメリットもあります。なので私は好んでこんな巻物、糸を巻いて遊んだりもしています。こんな形でいろいろと遊んでます。もし何か気になるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでいただければと思います。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、ありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。